理解説。2015年公開映画ベスト10。必見の名作を振り返る。ねえマリサ、2015年ってどんな映画があったか覚えてる？おお、2015年か。あの年は名作がたくさん公開されたぜ。国内外問わず、いろんなジャンルの映画が話題になったんだ。へえ、例えばどんな作品があったの？例えば、日本映画だと深夜食堂や化け物の子、海外作品ならキングスマンやスターウォーズフォースの覚醒とか、かなり幅広いジャンルの映画が人気を博した年だったな。どれも聞いたことある。でも、それってどうしてそんなに話題になったの？それはな、映画のストーリーや映像、俳優の演技が素晴らしかったからだぜ。さらに、社会現象になるほどの人気を誇った作品も多かった。へえ、それは興味深いね。でも、映画ってたくさんあるし、どれから見ればいいのか迷うな。それなら安心しろ。今日は2015年に日本で公開された映画の中から、特に話題になった名作をベスト10形式で紹介するぜ。第10位。映画、深夜食堂。深夜食堂は、日本のドラマ映画だぜ。原作は安倍野郎の同名漫画で、深夜0時から朝7時まで営業する食堂、飯屋を舞台に、そこに集う人々の人間模様を描いているんだ。深夜に開く食堂なんて、なんだか興味深いわね。どんな人たちが集まるの？この食堂には、様々な事情を抱えた人々が訪れるんだ。例えば、愛人を亡くし新たなパトロンを探す玉子や、無銭飲食をきっかけに住み込みで働くことになったみちるなど、個性豊かなキャラクターが登場するぜ。それぞれのキャラクターにどんな物語があるのか気になるわ。そうだな。例えば、みちるは最初は無銭飲食をしてしまうんだけど、マスターの計らいで店で働くことになる。最初は不器用だったけど、徐々に店に馴染んでいく姿が描かれているんだ。人間関係の温かさが伝わってくるわね。マスターってどんな人なの？マスターは寡黙だけど、訪れる客たちを温かく迎え入れる存在だ。小林薫さんが演じていて、その落ち着いた雰囲気が作品全体の魅力を引き立てているんだぜ。なるほど。食堂が舞台ってことは、美味しそうな料理もたくさん出てくるのかしら？その通り、メニューは豚汁定食やビールなどシンプルなんだけど、客のリクエストに応じて色々な料理を作るんだ。料理を通じて人々の心が通い合う様子が描かれていて、見ていると心が温まる作品だぜ。なんだかお腹が空いてきちゃったわ。深夜食堂、ぜひ見てみたいわね。第9位。化け物の子。化け物の子は細田守監督のアニメ映画だぜ。人間の世界と化け物の世界が舞台になっていて、孤独な少年と化け物の師弟関係を描いた感動作だ。へえ、化け物の世界ってことは、ファンタジー要素が強いのかしら？そうだぜ。主人公の少年九太は両親を亡くして渋谷の街をさまよっていたんだけど、ひょんなことから化け物の世界、渋天街に迷い込むんだ。そこで熊のような風貌の化け物熊徹と出会い、彼の弟子になるんだよ。なるほど。じゃあ、熊徹は九太を鍛えていくの？そうそう。熊徹は気性が荒くて、弟子を取るつもりはなかったんだけど、九太のひたむきさに触れて、しぶしぶ育てることになるんだ。最初は反発し合っていた二人だけど、師弟として成長していく姿が感動的なんだぜ。それって、バトルシーンとかもあるの？もちろんだぜ。熊徹は武術の達人で、九太に厳しい修行を課すんだ。九太は最初こそ未熟だけど、次第に化け物の世界で力をつけていく。そして最終的には、自分の出自や生き方に悩みながらも、大きな試練に立ち向かっていくんだ。うわぁ、成長物語っていいわね。人間と化け物の世界って、何か対立したりしないの？いいところに気づいたな。実は九太には人間の世界に変える選択肢もあるんだよ。成長するにつれ、自分がどこに属するのか、何者なのかを悩むようになる。この映画はただのバトルや冒険ものじゃなくて、自己のアイデンティティを探す深いテーマがあるんだ。なんだかすごく面白そうね。細田守監督の作品って、いつも感動する話が多いよね。その通りだぜ。時をかける少女やサマーウォーズみたいに、アクションだけじゃなくて、
家族や成長の物語が描かれてる。化け物の子も例外じゃなくて、感情を揺さぶる展開がたくさんあるんだ。すごく気になってきた。これは絶対見てみなきゃ。第8位。加納、1931海の向こうの甲子園。これは台湾映画なんだけど、日本とも深い関わりがあるんだ。へえ、台湾の映画なんだ。どんな内容なの？この映画は、1931年の甲子園大会に出場した台湾の嘉義農林学校、通称、加納の野球部の実話を描いているんだ。台湾、日本、そして原住民の混成チームが、一丸となって甲子園に挑むというストーリーだぜ。実話なの？それってすごく感動的な話になりそうね。そうなんだ。嘉義農林の野球部は、もともとは弱小チームだったんだけど、近藤良太郎監督の指導の下で一気に強豪へと成長していく。選手たちは厳しいトレーニングに耐えながら、甲子園を目指して奮闘するんだ。甲子園って、今でも日本の高校野球の最高峰の舞台よね。昔からそんなに熱い戦いが繰り広げられてたのね。そうだぜ。この映画が特別なのは、単なる野球映画じゃないってところだ。台湾、日本、原住民という異なるルーツを持つ選手たちが、一つのチームとして団結し、困難を乗り越えていく姿が描かれているんだ。文化や言語の違いを超えて、一つのチームになるって、なんだか胸が熱くなるわね。まさにそうだぜ。彼らはただ勝利を目指すだけじゃなくて、自分たちの誇りをかけて戦うんだ。甲子園では、日本の強豪校を相手に大奮闘し、結果的には準優勝を果たすんだぜ。準優勝、それはすごい。台湾のチームがそんなに強かったなんて知らなかったわ。この映画では、彼らがどうやって成長し、戦い抜いたのかがしっかり描かれてるから、野球を知らない人でも感動できる作品なんだ。しかも、台湾と日本の歴史的なつながりを知るきっかけにもなる。スポーツを通じた絆って素敵ね。この映画、見たくなっちゃった。間違いなくおすすめだぜ。実はだからこその重みがあるし、スポーツの素晴らしさが詰まった感動作だ。ぜひ見てみてくれよな。第7位。キングスマン。キングスマンはスパイアクション映画だぜ。監督はマシュー・ボーンで、ジェームズ・ボンドみたいなスパイ映画の要素を持ちながら、めちゃくちゃスタイリッシュでユーモアもたっぷりの作品なんだ。スパイ映画か。でも、ジェームズ・ボンドとどう違うの？最大の違いは、主人公がエリートじゃなくて普通の青年ってところだな。主人公のエグジーは、ロンドンの荒れた地区で育った少年で、父親を亡くしてからはちょっと不良っぽい生活を送ってたんだ。ある日、父親の旧友であるハリーっていうスパイに出会って、極秘スパイ組織キングスマンの一員になるための試験を受けることになる。普通の少年がスパイになる。まるでシンデレラストーリーみたいね。まあ、そう言えなくもないな。でもこの映画の面白いところは、ただの成り上がりストーリーじゃないってことだぜ。エグジーは訓練を受けながら、徐々にスパイとしての才能を開花させていくんだけど、その裏では世界的な陰謀が進行しているんだ。陰謀？どんな悪い奴が出てくるの？今回の悪役は、サミュエル・ L・ ジャクソン演じるバレンタインっていう大富豪だ。彼は地球の人口増加が問題だと考えて、人類を間引こうとする恐ろしい計画を企んでるんだ。ひえ。それって完全に悪役の考え方じゃない。そうなんだよ。でもこのバレンタイン、見た目も性格も普通のスパイ映画の悪役と違ってて、ちょっと抜けたところもあるんだ。ファストフードが好きで、血が苦手っていう、妙に人間味のあるキャラなんだぜ。それは意外ね。でもスパイ映画ってことは、アクションシーンもすごいんじゃない？もちろんだぜ。特に有名なのが、教会の乱闘シーンだな。ハリーが一人で教会の中の人間を次々となぎ倒していくんだけど、そのアクションがめちゃくちゃかっこいいんだ。ワンカット風の演出で、まるでゲームみたいな疾走感があるんだよ。ワンカット風のアクションシーン、それは気になる。しかも、この映画はスーツ姿のスパイが戦うっていうのがまたおしゃれなんだよな。ジェームズ・ボンドのスマートさを残しつつ、もっと派手でキレのあるアクションを見せてくれるんだ。なるほど。スパイ映画の新しい形って感じね。そうだな。しかもこの映画、シリーズ化されていて、
続編のキングスマンゴールデンサークルや前日譚のキングスマンファーストエージェントもあるから、ハマったら一気に見るのもおすすめだぜ。第6位、アメリカン、スナイパー。アメリカンスナイパーは戦争映画だ。監督はクリント・イーストウッド。主演はブラッドリー・クーパーだぜ。戦争映画か。でも、タイトルにスナイパーって入ってるってことは、狙撃手の話なの？その通りだぜ。この映画は実在したアメリカ海軍特殊部隊シールの狙撃手、クリス・カイルの自伝を元にしてるんだ。彼はイラク戦争で最多の敵を狙撃したことで、伝説のスナイパーと呼ばれるようになったんだぜ。実はなんだ。それってすごく重たいテーマじゃない？そうなんだよ。ただの戦争アクション映画じゃなくて、戦争が兵士の精神に与える影響とか、戦場と家庭のギャップに苦しむ姿が描かれてる。クリスは戦場では仲間を守るために戦うけど、家に帰ると戦争の記憶が頭から離れずに苦しむんだ。戦場と日常の間で葛藤するってことか。戦争映画っていうより、人間ドラマの要素が強そうね。その通り。例えば、クリスは家族を愛してるけど、戦場に戻るたびに彼の心はどんどん壊れていく。彼の妻のタヤも、夫が家にいるのに心ここにあらずっていう状況に耐えられなくなっていくんだ。戦争が終わっても、兵士の心には消えない傷が残るってことね。そうなんだ。この映画がすごいのは、戦争映画なのに戦場のシーンだけが印象に残るんじゃなくて、クリスの心理描写や家族との関係がすごくリアルに描かれてるところだぜ。戦争の英雄として称えられる一方で、心はボロボロになっていく。うわぁ、それって見てるこっちまで苦しくなりそうね。その通り。でも、この映画はただの悲劇じゃなくて、戦争の現実を知る上でめちゃくちゃ重要な作品なんだ。クリス・カイルのような兵士が何を経験し、どう生きたのかを知ることで、戦争の本当の怖さが伝わってくるんだぜ。確かに、映画を通して現実のことを知るのは大切ね。戦争映画が好きな人はもちろん、深い人間ドラマが好きな人にもおすすめだぜ。クリント・イーストウッド監督らしい硬派な演出と、ブラッドリー・クーパーの熱演が光る作品だから、ぜひ見てみてくれよな。第5位、トゥモローランド。トゥモローランドはディズニーの SF 映画だ。監督はミスター・インクレディブルやミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコルのブラッドバードだぜ。ディズニーの SF 映画、なんだか夢いっぱいの作品っぽいね。その通り、この映画は、未来の可能性を信じる少女と、かつて天才少年だった男が、伝説の都市、トゥモローランドを巡る冒険に巻き込まれるっていう話なんだ。トゥモローランドって、ディズニーランドのあのエリアのこと？まあ、ディズニーランドのトゥモローランドから着想を得てるのは間違いないぜ。でも映画のトゥモローランドは、それとは違って科学者や発明家たちが作り上げた理想の未来都市って設定なんだ。なるほど。じゃあ、その未来都市にはどうやって行くの？主人公の少女ケイシーは、ある日謎のバッジを見つけるんだ。そのバッジに触れると、一瞬でトゥモローランドの映像が目の前に広がるんだよ。そこから、彼女は失われた未来の謎を追うことになる。それってすごくワクワクする展開じゃない？そうだろ？さらに彼女は、かつてトゥモローランドと関わりのあったフランクっていう男と出会う。フランクは子供の頃にトゥモローランドに招かれた天才だったんだけど、ある理由で追放されてしまったんだ。何があったの？そこはネタバレになるから詳しくは言わないけど、未来の崩壊に関わる大きな秘密が隠されてるんだぜ。そしてケイシーとフランクは、もう一度トゥモローランドに行き、未来を救うために行動を起こすんだ。うわぁ、めちゃくちゃ壮大な話じゃない。しかも、映画のメッセージ性も強いんだ。この映画は未来は希望に満ちているっていうテーマが込められていて、見る人にポジティブな気持ちを与えてくれるんだぜ。確かに、ディズニーらしいメッセージね。未来に希望を持てる映画って素敵。そうだろ？映像もすごく綺麗で、トゥモローランドのデザインとか未来的なガジェットも見どころ満載だぜ。第4位、インサイド、ヘッド。インサイドヘッドはディズニー&ピクサーのアニメ映画だ。監督はモンスターズインクやカール G さんの空飛ぶ家を手掛けたピート・ドクターだぜ。ピクサーの映画か。
それなら面白そうね。でも、タイトルだけだとどんな話か想像できないわ。この映画の舞台はなんと、人間の頭の中なんだぜ。人の頭の中ってどういうこと？つまり、感情が主人公なんだ。11歳の少女ライリーの頭の中には、喜び、悲しみ、怒り、ムカムカ、ビビリっていう5つの感情が住んでいて、彼女の行動や気持ちをコントロールしているんだよ。感情がキャラクターになってるの。それは面白い発想ね。そうだろ？で、ライリーは両親と一緒に引っ越しをするんだけど、新しい環境になかなか馴染めなくて、心のバランスを崩しちゃうんだ。それが原因で、喜びと悲しみが頭の中のコントロールセンターから吹き飛ばされちゃって、大変なことになるんだよ。感情がいなくなると、どうなるの？残ったのは怒り、ムカムカ、ビビリの3人だけ。だから、ライリーはどんどんネガティブな行動をとるようになっちゃうんだ。うわ、それは辛いわね。でも、喜びと悲しみはどうするの？二人は、ライリーの大切な思い出を守りながら、なんとか元の場所に戻ろうとするんだ。その冒険の中で、感情の役割や成長について、すごく深いテーマが描かれていくんだよ。ただのアニメじゃなくて、感情の働きをわかりやすく教えてくれる映画なのね。そうなんだぜ。この映画のすごいところは、子供はもちろん、大人が見てもめちゃくちゃ考えさせられるところなんだ。特に、悲しみの存在の大切さがテーマになっていて、悲しみは不要なものじゃなくて、成長するために必要な感情なんだってことを教えてくれるんだぜ。感情って、なくてもいいわけじゃないのね。それにしても、ピクサーはやっぱりすごいわね。そうだろ？しかも映像も美しくて、ライリーの頭の中に広がる世界は、色鮮やかで幻想的なんだ。感情たちのやりとりもコミカルで楽しいし、感動シーンも満載だから、心が揺さぶられる映画になってるぜ。なるほど。感情の仕組みがわかるし、ストーリーも面白そうだし、これは絶対見てみたいわ。第3位ミッションインポッシブルローグネーション。ミッションインポッシブルローグネーションはスパイアクション映画だ。トム・クルーズ主演のミッションインポッシブルシリーズの第5作目にあたる作品なんだぜ。シリーズ5作目ってことは、やっぱり人気シリーズなのね。そうだぜ。このシリーズは1996年に始まって、ずっと続いてる大ヒットシリーズだ。毎回、主人公のイーサン・ハントが世界を救うミッションに挑むんだけど、今回の敵はシンジケイトっていう謎の組織だ。シンジケイト？それってどんな組織なの？シンジケイトは、各国の元スパイや軍人たちが集まって作った秘密組織で、政府や世界秩序を破壊しようとするテロリスト集団なんだ。今回のミッションは、そのシンジケイトを追い詰めることになるんだぜ。それってめちゃくちゃヤバい組織じゃない。そうなんだよ。しかも、今回はイーさんたちが所属する IMF、インポッシブルミッションフォースが解体の危機に陥るっていう展開もあるんだ。つまり、政府からのサポートもなく、完全に孤立した状態で戦わなきゃならないんだぜ。それってかなり過酷な状況じゃない？その通り。でも、イーさんはそんな状況でも諦めずに仲間と共に戦うんだ。そして、この映画の最大の見どころは、トム・クルーズの超人的なスタントアクションだぜ。スタント？どんなアクションがあるの？まず、最初のシーンからぶっ飛んでる。なんと、イーさんは離陸する飛行機の外にしがみついたまま空へ飛び立つんだ。それって CG じゃないの？いや、なんとトム・クルーズ本人が実際にやってるんだぜ。ワイヤーで体を固定しながら、本物の飛行機にぶら下がってるんだから、マジでクレイジーだよな。それって命がけじゃない。そうなんだよ。他にも、水中で息を止めるシーンや、バイクチェイスなど、すべてのアクションが本物で迫力満点なんだ。特にバイクチェイスは、ヘルメットなしで猛スピードで走るから、これまた危険な撮影だったらしいぜ。そこまでやるの？トム・クルーズって本当にすごいわね。そうだろ？しかも、新キャラクターとしてイルサ・ファウストっていう女性スパイが登場するんだけど、彼女もめちゃくちゃ強くてかっこいいんだ。女性スパイも活躍するのね。ああ、彼女は敵なのか味方なのかわからないミステリアスなキャラで、イーさんと複雑な関係になるんだ。
それがまた映画の魅力になってるんだぜ。スパイ映画ってやっぱり面白そうね。アクションもストーリーも気になるわ。間違いなくシリーズ屈指の名作だから、スパイアクションが好きなら絶対に見るべきだぜ。第2、スター・ウォーズ・フォースの覚醒。スター・ウォーズ・フォースの覚醒は、スター・ウォーズシリーズの新3部作の第1作目にあたるんだ。監督は J.J. エイブラムス。前作のジェダイの帰還から約30年後の物語が描かれるんだぜ。30年後。じゃあ、ルークやレイヤー、ハンソロとかのキャラはどうなったの？もちろん登場するぜ。でも、彼らはちょっと違う立ち位置になってるんだ。ルーク・スカイウォーカーは行方不明で、銀河は再び混乱状態に陥っている。そんな中、新たな脅威として、ファーストオーダーが台頭してくるんだ。ファーストオーダー？帝国軍とは違うの？帝国軍の残党が進化した組織って感じだな。そして、彼らを率いるのがカイロレンっていう謎の男だ。彼はダース・ベイダーを崇拝していて、フォースの力を持っているんだぜ。まさかシスなの？それがまた面白いところなんだ。カイロレンはシスの正式な継承者ではなくて、ダークサイドに傾倒しているけど、完全に染まりきってるわけじゃないんだよ。へえ、それは興味深いわね。じゃあ、新しい主人公は誰なの？新主人公はレイっていう少女だ。ジャクーっていう砂漠の惑星で孤独に暮らしていたんだけど、ある日、BB8 っていうドロイドと出会って、銀河の運命を左右する冒険に巻き込まれていくんだ。BB8。なんか可愛い名前ね。そうだろ？しかも、見た目も丸っこくてめちゃくちゃ可愛いんだぜ。R2D2 とはまた違った魅力のあるドロイドだ。でも、レイって普通の女の子なのに、どうやって戦うの？そこがこの映画の最大のポイントなんだ。実は、彼女はフォースの力を秘めていて、ライトセーバーを手にすることになるんだよ。物語が進むにつれて、その力が徐々に目覚めていくんだ。おお。ってことは、ジェダイになるの？それは映画を見てのお楽しみだな。物語の終盤ではカイロレンとの激しい戦いがあるんだけど、ここがまた熱い展開なんだ。スターウォーズって、やっぱりバトルシーンがすごいのよね。そうだぜ。X ウィングのドッグファイト、ライトセーバーの決闘、ファーストオーダーとの戦闘。どれも迫力満点で、まさにスターウォーズらしいスケールのデカさだ。すごいわね。それに旧作キャラも出てくるし、新キャラも魅力的だし、これはファンにはたまらないわね。まさにそうだな。新旧のキャラクターが絶妙に絡み合うストーリーで、スターウォーズの新たな時代を象徴する作品になってるんだぜ。第1、007、スペクター。007スペクターはスパイアクション映画で、ジェームズ・ボンドシリーズの24作目にあたる作品だ。主演はもちろんダニエル・クレイグ。監督は前作007スカイフォールを手掛けたサム・メンデスだぜ。24作目。そんなに長く続いてるシリーズなの？そうなんだよ。初代のショーン・コネリーから始まって、ロジャー・ムーア、ピアース・ブロスナン、そして現在のダニエル・クレイグに至るまで、歴代のジェームズ・ボンドが受け継いできた名作シリーズなんだ。なるほどね。でも、スペクターって、どんな話なの？今回は、ボンドが過去のミッションで得た情報を手がかりに、スペクターっていう謎の組織の正体を暴くために動くんだ。このスペクターは、実はシリーズ初期から登場してた犯罪組織で、ボンドの宿敵の黒幕とも言える存在なんだぜ。そんなに重要な組織なの？そうなんだよ。しかも今回、そのスペクターのトップに君臨するのがクリストフ・バルツ演じるフランツ・オーベルハウザー。彼こそがボンドの過去と深く関わる存在で、宿命の対決が待ち受けているんだぜ。ボンドの過去と関係があるの？それってどんな関係なの？それは映画を見てのお楽しみだな。今までの007シリーズを見てきた人にとっては、かなり衝撃的な展開になってるんだぜ。わあ、めちゃくちゃ気になるわ。それにしても、007といえばアクションがすごいイメージがあるんだけど、今回も迫力満点なの？もちろんだぜ。今回も007らしい豪快なアクションシーンが満載だ。例えば、映画冒頭のメキシコシテの死者の日のパレードのシーンでは、長回しのカメラワークで緊張感を持たせながらボンドの潜入ミッションが描かれる。そして、
雪山でのカーチェイスや、ローマの街中を舞台にしたアストンマーティン DB10 とジャガーの追跡劇も最高だ。カーチェイスもあるの。やっぱりボンド映画って感じがするわね。そうだぜ。さらに、イタリアの湖に浮かぶ秘密基地や、ロンドンの市街地でのクライマックスシーンなど、スケールの大きなロケーションも見どころの一つだ。映像も豪華なんだね。でも、007シリーズといえばボンドガールも注目されるわよね。いいところに気づいたな。今回のボンドガールはレアセブ演じるマドレーヌ・スワン。彼女はボンドと深い絆を築くことになる重要なキャラクターで、単なるヒロインじゃなく、ストーリーにしっかり絡んでくるんだ。なるほど。007シリーズっていつもスタイリッシュでかっこいいけど、今回はどんな雰囲気なの？今回もクラシックなスパイ映画のテイストを残しながら、現代的なアクションと心理戦が組み合わさった、めちゃくちゃスリリングな作品になってるぜ。これは絶対に見なきゃ。007シリーズってやっぱりスパイ映画の王道なのね。総評、まとめ。いやー、2015年の映画ランキング、どれも面白そうだったわね。そうだろ？ 2015 年は、国内外問わず名作がたくさん公開された、映画ファンにとって最高の年だったんだぜ。日本映画では、深夜食堂や化け物の子みたいに、心温まる作品があったし、可能1931みたいな歴史を知るきっかけになる映画もあったわね。そうだな。そして海外映画では、キングスマンや007スペクターみたいなスパイ映画が大人気だったし、ミッションインポッシブルローグネーションみたいにアクション満載の作品も印象的だったな。ファンタジーや SF も充実してたわよね。トゥモローランドやスターウォーズフォースの覚醒は、まさに夢と冒険が詰まった映画だったわ。そうそう。そして、インサイドヘッドのように、ただのアニメ映画じゃなく、感情をテーマにした深い作品もあったのがすごいところだ。本当にバラエティ豊かな映画が揃ってたのね。どのジャンルもクオリティが高くて、まさに名作揃いだったわ。2015年の映画は、今見ても面白い作品ばかりだから、気になったものがあったらぜひチェックしてみるといいぜ。今日はたくさんの映画を知ることができてよかったわ。それじゃあ、今回のランキングはこれで終了だ。みんなもお気に入りの映画を見つけてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。